プラーナという言葉を聞いたことがありますか？プラーナという言葉はヨーガとか瞑想に興味のある方は聞いたことがある言葉だと思います。とても興味深いので、それについてお話をします。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。あなたはプラーナという言葉を聞いたことがありますか？学校では習わないし、テレビでも放映されないような話題ではないかと思います。プラーナというのは生命エネルギーとか体に良い物質という感じで理解されている気がします。なんか新緑の季節とか人のいない森にはプラーナが満ちているとか、朝太陽が昇る前の空気はプラーナで満ちているとか、雨上がりや霧の中にはプラーナがたくさんあるというような話を聞いたことがあります。プラーナを呼吸することという意味で使っている人もいます。あるいは呼吸との関連を話す人もいます。新鮮な空気を吸うと気持ちがいいですよね。そういう新鮮な空気の中にプラーナがたくさん含まれていて、それを吸うことで私たちの体にエネルギーが入ってくるイメージだと思います。よく言われるパワースポットとか神社などもそういう体に良い影響がありそうなので、それもプラーナが満ちている場所と言えるかもしれません。そう考えると、プラーナとは空気中にあるエネルギーというもので、それが場所によって多かったり少なかったりという捉え方ですね。ただこの上越瞑想の本では、プラーナという言葉については少し違う意味で使っていますので、それについてのお話をします。今日は超越瞑想のこの本の55ページ、結構前の方ですね。電子書籍版では第1部存在の科学の第1章、科学的な真実の中のプラーナと存在のところです。この本の中でのプラーナというのは、直接何か具体的なものの名前ではなく、現象の表現です。存在が表現されることとも言えます。これだけだとちょっと難しい話に聞こえるかもしれません。プラーナについては、この世の中の仕組みについての話です。興味のある方はぜひこの動画を続けてご覧いただければと思います。さて、ではプラーナとは何かという話ですが、その前に存在について話をします。物質というのは分子とか原子でできているというのは学校で教わったりしていますね。この空気っていうのは目に見えませんが、ここには窒素とか酸素、二酸化炭素などが含まれているのはご存知だと思います。水というのは目に見えますが、これは H2O で水素と酸素からできていますので、その材料はこの目に見えない空気の中にあります。手を振ると風を感じますから、ここに見えないんですけども何かがあるというのは経験的にわかりますね。そしてそういう酸素とか二酸化炭素もまたそれよりも小さな陽子、電子、中性子などからできていると言われています。それらがこの世界を作っているとも言えるのですが、さらにそれらの基盤にあるのが存在です。存在というのは触れることもできずに、煮ることも焼くこともできない。しかし全てに浸透している全ての基盤です。この世の中は存在の表現であるとも言われています。存在自体は何かに属しているわけではなく、過去にも未来にもずっと続いてあり続けるものです。そしてそれ自体が振動するときに形となって現れると言われています。存在が形になるときにはそこに動きがあります。その動きをプラーナと呼びます。プラーナは動きです。例えば水を火にかけると沸騰します。ブクブクと音がして水蒸気も出てきて、そこには動きがありますね。水から水蒸気へと変化します。
そのように存在から物質へと変化すること、それをプラーナと呼びます。沸騰するという言葉のようにプラーナすると言ってもいいのかもしれません。この本では少し表現が難しいのですが、だいたいこういうことを言っています。この超越瞑想の本ではどのように書かれているかというと、プラーナは存在の具象化の表現ですとあります。具象化っていうのは目に見えるような形になることです。昔、魔法陣ぐるぐるというアニメで具象機体っていうものがありました。このアニメは知らない人が多いかもしれませんが、もやもやした機体が人の形になったりしていました。機体が人間の形に具象化されるわけです。そのような感じで存在というものが形として表現されることをプラーナと呼ぶんですね。それは内側に隠れているものが外側に現れようとする働きが生じています。それは存在の脈動、インパルスとも表現されます。存在というのは目に見えない、捉えることのできない、隠れたものとも言えるのですが、それが振動して目に見えるようになるとき、具象化する傾向と言われますが、それがプラーナです。存在が振動し、プラーナが振動し、そして創造が始まります。ここまではよろしいでしょうか。次に存在が具象化するとき、形になるときですね。それには2種類があります。一つは物質です。先ほどからの説明もこれですね。もう一つは心です。存在が私たちの心になっています。それなので単純に見えるような形になるという表現ではなくて、具象化という聞き慣れない言葉が登場しています。これについては、客観的な性質を帯びるときには物質、主観的な性質を帯びるときには心になります。客観的っていうのは第三者的な立場で見たり聞いたりするとか、自分の考えを入れないということで、主観的っていうのは自分の立場から見たり考えたりすることです。存在が主観的な性質を持って現れるときには心、客観的なときにはこれ物質になります。存在は物質と心の生みの親というか、変化する前のものなので、物質と心の起源は同じだということになります。それゆえ存在は主観と客観の関係を想像することによって複雑多様なこの世界でその役割を演じるようになります。ここでまたプラーナの話に戻りますが、プラーナというのは存在の力とも言えます。存在の中にあって、その存在が主観的、あるいは客観的なものとしてこの世界に現れるときに、それが現れていくときに作用するものです。ここで少し不思議に思うことがあるかもしれません。それは何がプラーナに主観的な性質や客観的な性質を持たせるんだろうということです。存在が物質や心になるという選択肢、分かれる理由、分かれる原因はどのようなものかなという疑問ですね。プラーナは存在の中にあった力で、それが表に出てきます。なぜそういう動きがあるのでしょうか。もともと存在はどこにあって、どんなもので、どうしてそれが具象化されるのか。それを考えると夜も眠れない。これは地下鉄をどっから入れたのかっていう、春日三級照代さんの漫才ですね。古いですね。存在が振動して具象化する。そして客観的と主観的な性質を帯びる。これについては理由はわかりません。ただそういうものだということが言われています。どうしても知りたいという方がいるかもしれませんが、すいません。とりあえず存在というものがあって、それがこの世の中の元になっているという話です。そして存在が形になる時の現象をプラーナと呼びます。
冒頭で紹介した一般的なプラーナという言葉は生命エネルギーのようなものですが、それ自体は同じような意味だと思います。ただこの場所はプラーナが多い、朝はプラーナが多いというような使い方に関しては、この本の解釈では少し使い方が異なります。どちらが間違っているかとか、そういうことではないのですが、一応解説してみました。はい、今日の動画は以上です。今日の動画が面白かったという方は、ぜひいいねやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またもしも超越瞑想に興味を持たれた方は、全国の瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。何回受けても無料です。無理な勧誘も行いません。またすでに超越瞑想を学ばれた方は、定期的な瞑想のチェッキングもお勧めしています。今日も動画をご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございます。